もうありえないというか納得できない、今遊んでいるところではないんですよ。今日の動画で日本の皆さんに5つのコロナウイルスの対応策、そしてマスクの付け方、マスクの選び方を皆さんに紹介していきたいと思います。最後に休校についての考え方もちょっと皆さんに話したいと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おかえりなさいませ。皆さんこんにちは、アグネス・チョウです。今日はですね、なんと初の日本語動画になります。イエーイ！チャンネルを開設して以来ずっと日本語動画を撮りたかったんですけれども、なかなか時間取れなくて、そして内容についてもいろいろ考えましたね。やっぱり今一番日本語で日本の皆さんに直接伝えたいことは何なんだろうとかいろいろ考えて、そして今回の動画を撮ることになりました。今回の動画はですね、ちょっと真面目な話を皆さんとしたいなと思います。これは新型コロナウイルスの話ですね。今回の動画だけではなく、これからもその日常的な話とか私個人的な話とか日本語の動画をたくさん撮りたいと思っていますので、このチャンネル、そしてこの動画を気に入ってくれたらぜひぜひチャンネル登録、そして動画のいいねをお願いします。さあ今日はですね、ちょっと皆さんと真面目な話をしたいんですけれども、これは新型コロナウイルスの話ですね。なぜこの話をしたいということは、新型コロナウイルスという話が1月からあって、で今中国大陸だけではなく香港や台湾、そして日本、韓国、欧米もたくさんの影響を受けていて、感染者もどんどん増えました。でその中でやっぱり香港人から見ると今回の日本社会の反応、そして対応がとっても遅いということがすごく感じられました。特に私たち香港人は2003年の時に SARS というちょっと新型コロナウイルスとちょっと似ているウイルスを経験したことがあって、で私たちにとって本当にとっても辛い苦しい思い出であって、2003年の時299人の香港人が SARS で亡くなりましたので、2003年の時の辛い思い出があったこそ今の私たちの高い意識があると思いますね。逆に日本人の皆さんが多分思い出というかそういう経験がないので、かなりなんか意識がちょっと低すぎるんじゃないかなとか、日本政府の反応ちょっと遅すぎるんじゃないかなとか、そういう部分がすごく感じられましたので、今回の動画を撮ることになりました。なぜ日本社会のその反応がとても遅かったと感じられたというのは、まずは1月の時に中国ではもう新型コロナウイルスの話がありましたし、どんどん感染者がどんどん増えていました。そういう状況の中で日本政府というか日本社会もそんなに多くの、中国人の観光客を受け入れて、そしてそういう中国観光客も日本に入ってマスクなどを爆買いして、こんなに多くの観光客を受け入れることは今経路がわからない感染者がどんどん増えた理由の一つじゃないかなって私個人的に思っていました。そしてダイヤモンド・プリンセスの対応もとっても、おかしいというかありえない部分がたくさんあって、例えばダイヤモンド・プリンセスに乗った政府官僚が船から降りたとしても隔離されてないまま生活に戻ったり職場に戻ったりしましたので、これ香港人から見るとなんかありえないということがすごく感じられました。今日の動画で日本に対する考え方だけではなくですね、日本の皆さんにコロナウイルスの対応策5つの対応策を紹介していきたいと思います。まずコロナ対応策第1はなるべく出かけないこと。出かけると感染されるリスクが高くなるし、街に出て誰かが感染者患者なのかわからないので、仕事がない日、学校のない日、そして用事がない日はなるべく出かけないでください。本当に出かけないといけない時にはなるべく人混みに行かない方がいいと思いますね。今回のコロナウイルスは SARS と比べると確かに死亡率はそんなに高くはないかもしれないけど、確かに死亡率はそんなに高くはないかもしれないですけれども、感染率がすごく高いウイルスなので、
だから、気をつけた方がいいと思いますし、やっぱり出かける必要がないのなら出かけない方がいいと思います。仕事だったらしょうがないんですけれども、実は香港では多くの会社、そして公務員も在宅勤務、いわゆるホームオフィスになりました。日本のニュースによると、日本でも多くの会社が在宅勤務になりましたけれども、まだなっていない会社も多分たくさんあると思いますね。会社を運営している人たちがもっと在宅勤務の可能性、そして会議がオンライン会議という形に変更するという可能性はもっと検討すべきだと思いますね。コロナウイルス対応策第2位は常にマスクをつけることです。マスクをつけることはとっても大事です。最近日本の朝の情報番組を見て、2人の多分高校生かな、高校生中学生わからないんですけれども、2人の女の子がマスクをつけず出かけて、その情報番組の取材を受けて、今学校が休んだから、出かけないとお休みの意味ないじゃんとか、こういう発言をしました。これはダメですよ、日本の皆さん。このウイルスを舐めないでください。ちゃんとマスクをつけることは大事だと思いますし、最近日本でマスクをつける人はどんどん増えたと思いますけれども、まだマスクをつけない人、多分たくさんいると思うから、とっても大事ですからつけてください。マスクは 100% 私たちの体を守れるということわけではないんですけれども、でもやっぱりマスクをつけることは基本中の基本だと思います。たくさんの日本の皆さんがマスクを買えないという状況になったかもしれません。実は香港でも同じです。香港の私たちもマスクを買うことがすごく難しくなっていて、でマスクの値段もとっても高くなりました。これはお店によってんですけれども、これ例えばそのマスク50枚が$1000、いわゆる14000くらいになったりすることもありました。だからマスクは本当にとんでもない高いそういう値段になっていて、そして買うこともすごく難しくなりました。これはちょっと日本と似てるんじゃないかなと思っています。で、最近マスクが UFO カルチャーの景品になったという写真というツイートも見ました。もうありえないというか納得できない。今遊んでいるところではないんですよ。これは命の問題です。健康の問題です。マスクが UFO カルチャーの景品になるなんて、香港人としては全く納得できないと思います。お金より健康の方が大事じゃないかなと思いますし、今健康第一と考えないといけないと思います。香港の場合はやっぱり多くの人がマスクを買えないんですから、だから香港の空議員、いわゆるちょっと日本の市議に似ている人たちや、あと香港の政治団体がその海外からマスクを購入して、そして市民に配ったり、あと安い値段で売ったりすることもありました。日本では香港と違って、香港は香港製のマスクはなかなかないというか、あってもすごく少ないので、だから私たちは海外から購入しかないんですよ。でも日本はそうではなくですね、日本製のマスクもたくさんあるんじゃないですか。今の問題は日本製のマスクが中国人の観光客に爆買いされたということ。香港のように大量のマスクを海外から購入することではなくですね、やっぱり台湾のようにマスクの持ち出し制限をすれば今の現状は改善されるんじゃないかなと思います。今マスクは生活の必要品になったので、だから政府はそのマスクの量を確保することは政府の責任だと。これは日本だけの話ではなくですね、どこの政府でもこの責任を持っていると思います。マスクはたくさんの種類があります。もちろんウイルス対策マスクもあるし、あと花粉対策のマスクもあるし、今防げたいというのはウイルスですから、ちゃんとウイルス対策のマスクを選んでください。スポンジのマスク、あと布のマスク、そして活性炭のマスク、この3つの種類のマスクはウイルス防げないので今は使わないでください。マスクのパッケージではマスク対策という文字が書いてあればいいんですけれども、実はウイルス対策のマスクの中にも3つのレベルがあります。今日はこれを持ってきました。この日本製のマスクね。これは広告ではありません。3つのレベルというのは、BFE、PFE、そして VFE という3つのレベルがありますね。だからマスクのパッケージでもし VFE という3つの英語の文字が書いてあれば、それは、
今使えるマスクです。EPFE がなくても PFE とかがあれば大丈夫だと思うので、だからマスクを買う前にちゃんとパッケージの中にウイルス対策などの文字が書いてあるかないか、そして VFE とか PFE などの文字が書いてあるかどうかということをちゃんと確認してから買った方がいいんじゃないかなと思います。例えばこの、今日持ってきたこの2つのマスクは3次元マスクとこのね超快適マスク、この2つのマスクもなんか広告ではないんですけれども、VFE という文字が書いてあって、ここねちょっと小さい文字なんだけど、これ VFE が書いてあれば大丈夫です。最近ツイッターで日本の警視庁がそのキッチンペーパーでマスクを作るというツイートを見ましたけれども、皆さんキッチンペーパーでマスクを作らないでください。キッチンペーパーで作ったマスクはフィルターもないし、あとウイルスも防げないので作らないでください。そして使わないでください。マスクはもともと手作りできるものではないんですから、ちゃんと、そのフィルターがある、そして、ウイルス対策のマスクを買った方がいいんじゃないかなと思います。そしてマスクの付け方についても皆さんに、紹介したいと思います。まずはマスクをつける前にちゃんと手を洗ってください。手を洗えない時に、例えば外に行ってトイレとかない時にちゃんとアルコールの消毒ジェル、ちゃんとアルコールの消毒ジェル、かアルコールのウェットティッシュで自分の両手を消毒してください。ちゃんとこうやって洗って、なんか裏側も外側も指とかもちゃんと消毒してからマスクをつけます。でそしてマスクを持ってですね、マスクの外側はなるべくなんか触らない方がいいんですから、両方のそのゴムを持って耳にかけて、この鼻を固定させる部分を軽く押して、で顎から伸ばします。鼻と顎を出さないでください。そして両方が隙間があるかどうかをちゃんと確認してください。こうやってマスクをつけることができました。でマスクをつけてからもう一度手を洗ってください。今香港では普通のマスクだけではなくですね、実はガスマスクをつけている人もたくさんいます。香港でもマスクを買うことすごく難しいなので、マスクを買えない人たちがガスマスクをつける人とかもたくさんいますね。ちょっと大げさすぎじゃないとか持っている多分日本人もいると思いますけれども、やっぱ買えないからしょうがないというか、自分を守ること、自分の体を守ることを第一にして、とにかくガスマスクがあればガスマスクをつけるということになりました。コロナウイルス対応策第3は常に手を洗うことです。マスクを外す前後、あと食事をする前後、あと家に帰る後にも、常に手を洗ってください。ちゃんと石鹸を使ってアルコールがある石鹸は一番いいんですけれども、ちゃんと手を消毒してで30秒くらい手を洗って、なんか手の裏側、外側、指などちゃんと洗ってください。ちなみに携帯は超汚いんですよ。携帯とか財布とか、あとキーボード、パソコンとか超汚いので、だから常に、私今毎日やっているんですけれども、常に携帯とかキーボードとかパソコンとかを消毒した方がいいと思います。特に電車とかバスとかの手すりが超汚いと、そういう手すりを触った後ちゃんと手を消毒した方がいいと思います。コロナウイルス対応策第4は目、鼻、口に触らないこと、そしてあちこちに触らないことです。手はすごい汚いので、その目とかあと鼻とか口とか触ると手についているウイルスがそういう部分から体に入るので感染されるリスクが高くなるんですよ。だから、そういう部分を、触らない方がいいと思います。コロナウイルス対応策最後の対応策第5は、健康管理をすることです。毎日体温をチェックすること、あとは健康的な生活、もちろん十分な、睡眠をとることももちろん大事だと思います。今回の新型コロナウイルスの症状の一つは熱が出ることですから、
体温をチェックすることは大事。熱を出たり、あと咳が出たりする感染者とかもたくさんいるんですけれども、でも症状がない感染者もたくさんいるので、常に警戒心を持つことは大事です。今回のコロナウイルスが感染力がすごいので、症状が出たらいつも通り電車に乗ったり会社に行ったりすることはやめてください。自分が感染者になったら、そしていつも通り電車とかバスとかに乗ったら周りの人たちが全部感染されちゃうかもしれないので、とっても危ないんです。以上はコロナウイルスの5つの対応策でしたけれども、休校について私の考え方もちょっと皆さんに話したいなと思います。最近休校という話があって、多分皆さんもたくさんの意見を持っていると思いますし、たくさんの心配を持っていると思います。最近日本のニュースを見て、政府からの休校という提案を強烈した県もあるので、休校について私香港人としての考え方をちょっと皆さんに話したいなと思います。私は日本人ではありません。日本の話はそんなに詳しくない部分はたくさんあると思いますけれども、でもやっぱり香港にも休校という話があって、今実は学校が全部その休みになりましたので、だから香港人としての考え方もちょっと話したいなと。最近の日本のニュースによってなんか一部の政府官僚、地方の政府官僚が今は休校しないんですけれども、県内感染になったら、すぐ休校しますとかそういう発言をしたと思う。でも感染が起きたら休校するってちょっと遅すぎるんじゃないかなって。休校することは決して大げさではないと思います。香港の場合は私たちは1月25日から休校になりました。いわゆる旧正月の休みが伸びました。今幼稚園も小学校、中学校、高校、大学も全部休みになりましたね。いつまで休むのかまだ決まっていないし、やっぱりこのコロナウイルスいつ終わるのか分かんないので、2003年の時に香港でもSARS があった時に香港政府も休校しましたから、今回の休校という発表もあんまり香港では議論になっていませんでした。休校すること決して中教が止まるということではありません。香港では今多くの大学、そして一部の中学校と高校は Zoom というソフトで使ってオンライン授業をすることになりました。Zoom というソフトというのはちょっとスカイプに似ているソフトであって、で先生がその生徒たち、学生たちの顔を見ながら授業できますし、学生さんも直接先生にちょっと質問をすることができます。あと宿題を提出することとか論文を提出することもオンラインという形になった学校が多いんです。休校になったら授業をどうするんだよとか、あと塾はどうするんだよとか、こういう心配の気持ちを持っている日本人がたくさんいるかもしれないんですけれども、香港でも私たちも休校になりましたが、オンラインという形でいろんな問題がちょっと解決されるんじゃないかなと思います。休校ということは私にとって理解できることだと思います。学校はとっても危ない場所、いわゆる感染しやすい場所なので、教室の中でも学校の中でも、すごく密集した場所なので、感染者が1人いるとみんな感染されるかもしれない。休校になってもしょうがないというか、健康が一番なので、皆さんが理解していただければと思っています。なんか卒業式とか入学式はどうなるよとか、こういう心配の声を上げている人たちもたくさんいるかもしれないんですけれども、でもやっぱりその卒業式も入学式も危ないというかリスクが高いので、キャンセルされてもしょうがないと思っています。誰でも多くの生徒が感染者になるという悲劇的な状況を見たくないと思うから、だから今は健康というか対策があっても理解すべきだと思います。香港の卒業式は別に春で行うイベントではないんですから、ちょっと参考にできないかもしれないけれども、でも香港でも実は多くのイベントとかもうキャンセルされましたし、あと延期されましたし、あとテーマパークとかも閉園になりました。最後の言葉としては、ウイルスは人を選ばないですから、誰でも感染されるかもしれないし、だからちゃんと行動をとって自分を守ってください。なんか神様に祈るより行動で自分の体を守ることは大事だと思うので、
その皆さんも体に気をつけてください。この動画を気に入ってくれたらぜひぜひチャンネル登録、そして動画のいいねをお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。